ガンダム作品にはそのフレーズやシーンのインパクトから聞いただけで何のシーンを指しているか分かってしまうセリフが多数存在します。長年ファンから愛されるものやトラウマを呼び起こすショッキングなものまで、その内容は様々ですが、最近ガンダムに触れ始めた方にとっては何それと困惑してしまうセリフも多いのではないでしょうか。そこで今回はガンダムシリーズのインパクトが強すぎるセリフ6選を紹介していきたいと思います。なお本動画はコミュニティでアンケートを取った内容から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。何の光。こちらは機動戦士ガンダムダブルゼータ第45話アクシズの死闘においてラカンダカランが発したセリフです。作中マシュマーセロのカルザクスリー海は一騎当選の活躍を見せるものの、ラカン率いるスペースウルフ隊に動きを封じられ絶体絶命のピンチに陥ります。その際マシュマーが自身のニュータイプ能力を増幅させ目いっぱいの抵抗を見せるのですが、機体が増大する力に耐えきれず緑色の光を放ちながら自爆。その摩訶不思議な光を見たラカンの一言が何の光です。目の前の現象に対するあまりにも率直かつ生粋の武人といったいるたちのラカンが放つにはどこか間抜けなセリフであることも相まって非常にインパクトのあるフレーズとしてファンの間で記憶されています。また感情に言葉が追いついていないようなラカンの相当な当惑と焦りが伝わってくる非常に富の節の効いたセリフとしても有名ではないでしょうか。ネット上では簡潔かつインパクトがあり、何か光るものに対してであれば使用できる汎用性の高さからミームとしても定着しており、他作品で突然機体が発光した際には何の光と SNS や掲示板に書き込む方も多く見られます。ちなみにゲームだとエクストリーム VS シリーズでは自爆技として登場していたり、バトーペ2では撃破される際に高威力の爆発を発生させるという形で再現されています。なお本シーンは自爆する直前にマシュマーのアマン様バンザーというセリフもあり、たった10秒足らずで忘れられないセリフが2個も飛び出すシリーズ屈指のパワーシーンとなっています。しかしね、私たちとしては君たちの組織を調べる立場にいる。こちらは劇場版先行のハサウェイにおいて連邦政府の保健衛生大臣ハイラム・メッシャーが発したセリフです。劇中序盤アベレートの会議に参加するため連邦の閣僚たちはシャトルに搭乗し地球へと降下していたのですが、同機はマフティーを語るテロリストにハイジャックされてしまいます。その際ハイラムはテロリストたちの情報をつかもうとカボチャをかぶった偽マフティーに質問をするのですが、無神経な物言いが偽マフティーの神経を逆なでし射殺されてしまいました。その死に際に放ったセリフの冒頭がしかしね、私たちとしては君たちの組織を調べる立場にいるのだでした。その空気の読めない無神経さと次の瞬間に自分が射殺されるとは思っていなさそうなフレーズが多くの視聴者の心をつかみ、一瞬で退場するキャラのセリフにもかかわらず劇場版公開後から偽マフティーに次ぐレベルの人気を博しました。その結果ネット上ではしかしねを利用したネットミームまで生まれ、4年経った現在でも多くの方に愛されています。ちなみにハイラムのセリフの直後に偽マフティーがと激高しハイラムを射殺するのですが、その妙なテンポの良さからミームとして使われる際はしかしね、私たちとしてはの流れがテンプレとなっています。なおハイラムが射殺された理由に関して小説版ではより詳細に言及されており、慣れすぎた大人の言葉遣いでナーバスになっているハイジャッカーたちの神経を逆なでするには十分だったと特権階級者らしい鈍感さを表現したセリフとして扱われていました。余談ですが偽マフティーに並び映像化で受けると思っていなかったキャラ筆頭であり、漫画版先行のハサウェイ作者の寂しうろあき氏も雑誌の巻末コメントで保健衛生大臣の何が金銭に触れたのか理解できませんと困惑しています。やめなさい。こちらは機動戦士ガンダム水星の魔女第1クール最終話で主人公スレッタ・マーキュリーが発したセリフです。エピソード終盤
重傷を負った父デリングを引き連れ、なんとか脱出しようとするミオリネ・レンブランの前に、テロ組織のメンバーが立ちふさがります。銃口を向けられたミオリネは死を覚悟するのですが、そこへスレッタが狩るエアリアルが登場。そしてミオリネに銃を向ける兵士へやめなさいの一言とともに兵士めがけて右手を振り下ろしたのでした。まるで虫を潰すように何のためらいもなく兵士が叩き潰され、トマトのように鮮血が飛び散り、ちぎれた腕がミオリネのそばに飛んでくるという地獄絵図。そして追い打ちをかけるようにスレッタは血たまりに尻餅をつきながら屈託のない笑顔を見せ、血で染まった手を差し伸べるというホラーテイストなシーンは多くの視聴者のトラウマとして刻まれています。ただでさえ主人公が人殺しを何とも思ってないようなサイコぶりに戦慄させられるのに、ミオリネがなんで笑ってるの？人殺しというセリフで1クール目が幕を閉じた上に、続きとなる第2クールは3ヶ月後に放送されるという生殺しっぷりに、当時 SNS は阿鼻叫喚の渦と化していました。そのためミームとして消費されるよりもトラウマを思い起こさせるセリフとしてやめなさいは多くのファンの心に残っている印象を受けます。ちなみに近いネタとしてゼータガンダムフランクリン・ビダンのがありますが、こちらの方が使いやすいためかミームとして頻繁に使用されている印象を受けます。余談ですが、当時水星の魔女はスナック菓子エアリアルとコラボしており、フレッシュトマト味のパッケージをミオリネが担当していたのですが、なんと例のやめなさい回のオンエアが終わった直後に宣伝ツイートが行われるという確信犯ぶりが見られました。切だ、トランザムは使うなよ。こちらはガンダム00セカンドシーズン6話においてイアン・バスティが発したセリフです。作中主人公セツナが登場していた00ガンダムは不安定な状態で運用していたため、トランザムを使うとオーバーロードを起こす可能性がありました。そのためイアンは出撃する前のセツナにトランザムは使うなよと忠告したのですが、戦闘中に苦戦を強いられ追い込まれたセツナは忠告を無視してトランザムを使ってしまいました。その結果00は機能を停止し、とどめを刺されかけるという醜態を晒すことになってしまいます。この他人の忠告とは違う行為をしてしまうシュールさが、いわゆる押すなよ、絶対に押すなよのような振りとして視聴者に広まり、ミームとして定着しました。ちなみに本セリフとセットで了解トランザムというセリフも定着しており、まるでイアンの忠告直後にセツナがトランザムしたかのように広まっていますが、セツナは了解とは答えたものの直後にトランザムを使ったわけではありません。ちなみに了解トランザムを実際にしたのはグラハム・エーカーで、開発中のブレイブの調整段階でビリーから出力を 40% にとどめるよう言われていたにもかかわらず、グラハムは承知したと答えながら 100% 以上の力を引き出すため直後にトランザムをするという暴挙を行っています。なお本シーンは公式側でも人気シーンと認識されているのか、ビルドダイバーズでもリクに対してサラがトランザムは使わないでと忠告したにもかかわらず、戦闘中にリクはトランザムを使用してしまうというオマージュが行われていました。なんだ男か。こちらは機動戦士ゼータガンダム1話にてジェリド・メサが発したセリフです。ある日ジェリドは宇宙港にてカミーユと呼ばれる少年を見かけ、思わず女の名前なのになんだ男かと口にしてしまいます。女のように扱われることにコンプレックスを抱いているカミーユはそれに激怒。これが全ての始まりでした。2人の因縁をきっかけにガンダムマーク2の強奪、カミーユのエウーゴ加入やエマの離反、最終的にはティターンズの崩壊を招く結果となってしまうのです。ちなみにカミーユはジェリドの声が聞こえたわけではなく、ジェリドから向けられた悪意のようなものを感じ取り怒ったため、仮に口に出していなくてもカミーユと出会ってしまった時点ですでに詰んでいたと言えるでしょう。このようにゼータガンダム本編で起こった出来事の原因となったジェリドの発言は現在までロボットアニメ史上屈指の出現として語り継がれてきました。そんな本セリフですが、令和の時代になって再注目されることになります。きっかけはアニメ機動戦士ガンダムジークアクスの主題歌プラズマの歌詞。もしもあの改札の前で立ち止まらず歩いていれば、君の顔も知らずのまま幸せに生きていただろうか。
作中におけるマチュとニャーンが出会うシーンとその後の過酷な運命を表す一節ですが、まるでジェリドとカミーユの関係を描いているとも取れる歌詞に視聴者も思うところがあったようで、中にはゼータガンダムの本シーンとプラズマを組み合わせたマッドを制作する人も登場。ゼータとプラズマを組み合わせたマッドはプラズマシリーズとして一部で流行し、振り抜くジェリドのサムネが動画サイトや SNS に爆増するという珍事態が発生しました。ミンチよりひでえよ。こちらは機動戦士ガンダム0080最終話ポケットの中の戦争において連邦の名もなきモブ兵士が放ったセリフです。作中バーニーことバーナード・ワイズマンはザク2回に登場し、ガンダム NT1 による最終決戦に挑みます。地形やトラップを生かしたゲリラ的な戦い方で優位に立ち、最終的にガンダムの頭部切断に成功。しかし代わりに NT1 のビームサーベルでコックピットを貫かれ、ザク2回の上半身は爆散します。そして戦闘後、駆けつけた連邦兵がザクの残骸を現場検証するのですが、その際バーニーの遺体の状況について発したのがミンチよりひでえよでした。ミンチよりもひどいという想像も及ばないが、間違いなく原型はとどめていないひどい状態になっていると想像をかきたてる言葉である上に、バーニーに懐いていたアルの耳にも届いているというむごたらしさから、ガンダムシリーズの長い歴史の中でも凄惨な死体の状態を的確に表現したセリフの一つとしてファンの記憶に刻まれています。なお正しくはミンチよりひでえよですが、ネット上ではミンチよりひでえやの表記で使われている場面もよく見られます。ちなみに死体の状態を表現するセリフとしては、他にビクトリーガンダムの母さんですやターン A ガンダムの腕だけかもしれませんよなどが存在していますが、ミンチは端的かつ具体的に状況を示せている上に口調も使いやすいからか、ミームとして最も広く定着している印象を受けます。ということで以上、インパクトが強すぎて何のことか分かってしまうガンダムのセリフ6選でした。今回紹介したものは凄惨な描写から生まれたセリフも多いため、使うとトラウマを呼び起こされる方もいるかもしれませんね。皆様が印象に残っているセリフもコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。